早朝に生地をこねる。そして変なポンデリングのはずがちょっとやばいのできた。どうしてこうなった？晴れてご機嫌のババアです。テンション高いババアにドン引きの白様です。晴れただけでこんなにテンション上がるなんて幸せだね。空が晴れていると心も晴れやかです。ところでまたオープニングが変わってない？そうなんですよね。今までサムネをグロックって AI で動画にしてたんだけど面倒で。まあ近いうちにそうなるだろうとは思ってたけどね。でもオープニングのナレーションは残したのでしばらくはこれでいく。マイナーチェンジしながら前進しているチャンネルです。交代してなきゃいいんだけどね。可能性あるね。逃げ惑うヨシヒコ。っていうかヨシヒコ遊んでるよね。掃除機を手に持つと必ずこの位置にやってくるんですよね。最近米ぬか 50% 入りのパンの作り方を質問されることが多くなりました。だから作り方の動画を概要欄に貼っておいたよ。動画の通りに作ればきっと失敗はしないはず。よかったら参考にしてね。さあさあ、買い物買い物。新鮮野菜がたくさん。今日もハッスルしてますねみーちょさん。Babano Aquino ne wa koyata tomalan yada yoshehiko. Benkioni Nalua。母さん今日もロックオン。Osi kondola katino monya. 抑え込まれたら母さん燃えすぎて昇天しそう。Musawa Haikashella。Wainatonan Wutoiwa。猫たちが総出で母さんを狙ってる幸せ。うるさいですね。ごめんねニョローさん。Yado Devon Kitawa Chanto Wutsushiteya。Nani watino woot sukashitanen. Kondo koso akinani tometalude baba。みーちょさん目がガチで困る。Shoto na kunai deo。Na Wainatonan。こんな晴天久しぶりじゃない？鳥のさえずりに癒されますね。八朔の木に向かってる？また少し黄色みが増してきましたよ。本当だ。しかもまた一回り大きくなってる。今年も豊作そうだね。またお父さんにたくさん引き取ってもらおう。それではストレッチ&フォールドでグルテン強化タイム。今回は何を作るの？今回はお食事ポンデを作ります。何？ポンデリング？のようなものです。また変なアレンジ加える気だな。今回の生地は米ぬか 20%、加水率 65%、さらに片栗粉を 20g 追加しました。分量の詳細は概要欄を見てね。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。低糖質で栄養豊富な米ぬか料理は糖尿病の方にも安心。食生活の選択肢の一つとしてぜひお役立てください。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。片栗粉でもちもち感を出そうとしてるんだね。よくお分かりですね。さすが白様。アシスタント歴長いからね。お食事ポンデは肉団子ポンデとチーズポンデにする。定番のやばいやつ。余ったらドーナツポップスイーツにしようかな。間違いね。とりあえず32等分くらいにするよ。くらい？なんかカットしてる間に何等分かわからなくなっちゃった。ちゃんと数が数えられる大人にならないとね。カットした後丸めるときに数えればいいんですよ。ざっくりしてんな。今回はいつもの分量プラス片栗粉 20g を追加したので若干生地が多めです。5個ずつ並べると数えやすいね。5個ずつ並べた結果33個ありました。どこかで1個増えてるね。ねえ、怖いね。丸めたら15分ほどベンチタイム。
中に包むのはこ出た、鶏団子。れ、そしてこれ。モッツァレラブロックチーズ。チーズの方には黒ごまくっつけちゃおう。そんじゃ包んでまいりましょう。今日もそこそこ修行チックだね。想定よりも1個増えてるしね。そういう問題じゃないんだよ。肉団子を包むと1個がめっちゃでかくなるな。巨大ポンデ。でも団子が凍ってるから包みやすい。作業自体は簡単そうだね。量は多いけど量産しやすいです。このサイズだと6個で1ポンデくらいがちょうどいいみたい。1ポンデって単位合ってる？ほら、こうして並べると完全にポンデリング。ちょっとかわいいな。1ポンデ完成。肉団子は4ポンデぐらいできそうだね。よしひこ泣いてるよ。また旦那氏に置き去りにされて怒ってます。今日は暴れないといいね。さあ、量産ポンデと参りましょう。最後の1ポンデは5個体制になった。次はチーズ入りだね。チーズ入りも基本同じ作業なので端折りますね。あれ、でもスイーツ分は足りなくない？そうなんですよね。意外と鶏団子がたくさん入ってた。スイーツ絶対美味しかったのに。鶏団子半分にすればよかったな。チーズポンデは5個体制にします。黒ごま登場。こうすれば見た目も違うから間違えないしね。ごまつけるの下手くそで草。なんとなくくっつけばいいんですよ。ムラありすぎじゃない？それでは油へドボン。いってらっしゃい。ここまではいい調子だったんですけどね。なんかばらけてきてない？ひっくり返したいんだけどバラバラになってきて。完全に分離したね。おかしいな。こんなにくっつかないことってある？くっついて欲しくない時にはベッタベタにくっつくのにね。さあ、ドーナツポップあげよう。瞬時に商品名変えたな。お食事ドーナツポップが上がりました。失敗を名前の変更で乗り切ろうとしている。ペーパーを上下で挟んでみました。無駄な抵抗だったみたいだね。なぜだ、なぜなんだ。ドーナツポップが上がりましたよ。ちょっとかわいそうになってきた。チーズポンデは、チーズポンデだけは。一縷の望みを抱いて油へ投入。ひっくり返せた。やったじゃんババア。ほら、くっついてる。すごいね。いや当たり前なんだけどなんかすごいね。なんで肉団子は失敗したんだろう。あ、ちゃんと失敗は認めてるんだね。チーズはこんなに綺麗にくっついてるのに。肉団子が冷凍だったからじゃない？わあ、何やってんのババア。最後の最後にこんなことになるとは。これ以上崩壊させるわけにはいかない。崩壊したね。
最後の1個気をつけて。よっしゃ、成功。串にでも刺してみようかな。あれ、ババア今日おでん作った？作ったかもしれない。結局今日は6ポンで作って成功は1ポンでだけ。最後のポンデは惜しかったから半分成功ってことにしてくれないかな。4おでんと2ポンデ、うち1ポンデはハーフポンデってポンデ単位言うぜ。ほら、こうやって並べればほぼ成功したも同然じゃない？ババアの秘技、体裁を整える。さあさあ、できたできた、並べましょうか。ここにもポンデ乗せたかったな。完成しました。お食事ドーナツポップ。元はお食事ポンデリングだからね。それではいただきましょう。でもまあこうして並べると美味しそうなんだよな。今回も農家さんコーナーでゲットしたわさび菜でフリフリにしてやりました。わさび菜は映えるから重宝するね。バラバラのチーズポンデを持ち上げる。おっさんのポンデは理想的な形。お皿の上でポンデを再生してみる。そしておでん。もうおでんってことにしちゃおうかな。おでんの味はどう？ちょっと笑いが出てくるくらい美味しい。片栗粉入りの生地だもんね。片栗粉のおかげで食感がすごい。しっかりまん丸に上がってるのに食感は柔らかくてもちもち。揚げてる時はちょっと硬そうに見えたのにね。食べると全然そんなことない。これは普段のパンでも片栗粉入り生地ありだな。オーブンで焼くとまた食感も変わるのかな。美味しすぎて手が止まらない。ビールとも相性良さそうだね。ノンアル買ってくればよかったな。それと今度作るときはスイーツ分のポンで確保しとこう。もう倍量で作っちゃえ。お食事ポンデのようなもの美味しかった。また見てね。今度は常温に戻して包もう。バイバイ。